私が愛した釣りゲーム。愛しているなら積むな。ということで第4回ですけども、今回も紹介していくのだ。積みゲーをね。今回はプレイしたゲームも入っています。レギュレーション違反ですね。レアプで普通紹介するよりいいじゃん。それじゃあ全てプレイして紹介すべきだろう。今回の企画は根本から否定するのは NG。 プレイしたら積みゲーじゃなくなるからね。それはそれとしてゲームを紹介していこう。料理とタイピングの融合、クックサーブデリシャス3。基本的にはキッチンマネジメントのゲームで間違いありません。その要は調理方法。料理のメニューごとに特定のキーの組み合わせが設定されています。これを覚えて調理する。メニューは200種類以上あるらしいぞ。さすがに覚えきれる気はしませんね。ストーリー主導のキャンペーンモードがあるのもいいね。長く楽しめそうで。日本語に未対応なのが残念です。でもタイピングゲーム好きだから許す。ちなみにシリーズ作品を揃えました。最新作は直樹です。次はキモいけど面白いリスクオブレイン。いや違うね、リングオブレイン。このゲーム100時間近くやってるんですよね。実績もほとんど出ました。一見するとカードゲームに見えますが、その実態は単性のダンジョンクロール。プレイヤーができることは左右の移動とカードへのアクションのみ。意外とシンプル。アイテムは12箇所装備でき、魔法書と消費アイテムもそれぞれ1つずつ所持できる。アイテムの種類が多いから自分が欲しいアイテムを拾えるとも限らないんですよね。だからリプレイ性は高いと思います。手札で勝負する感じがいいんですよね。次はワイン作りシミュレーター。経営要素もあるぞ。ハンドレッドデイズワインメイキングシミュレーター。ワイン作りとは言いますが結構細かくやります。育てるブドウの品種、栽培、収穫時期などなど。そして完成したワインを販売して会社を大きくしていくことになります。ぶっちゃけワインの知識は皆無なんですけど、プレイしながら勉強できたらいいなと思います。次は銀河の果てからこんにちは。闇の勢力から地球を救えザ・キャプテン。目的は地球を救うこと。そして問題なのは主人公は銀河の果てでさまよっていること。地球を救おうにもまずはたどり着かなければならない。そのための選択肢はたくさんある。最短ルートを通る、ワームホールの活用、エンジンのアップグレード、全てあなたの判断次第。発見した惑星に寄り道してもいい。自由度が高くて面白そうですね。次はターン制ストラテジー。原作はボードゲームだ。グルムネイム。ちなみに原作のボードゲーム3万3000円ぐらいするんだよね。僕もう OS にですね。おそらくゲームシステムはしっかりしているのだと思います。でも難しいのよこれ。チュートリアルだけやってみたけどルールがいまいちよくわからない。理解できたら面白い予感がバリバリします。全ては私の理解力次第でしょう。次は奈落から這い上がる。響けヘビメタサウンド大人抜ける。前回に奈落へ突き進むゲームを紹介したんですけど、今回は奈落から旅立つゲームです。基本的には縦スクロールのローグライクアクション。地獄感のあふれるステージ背景。複数のプレイヤブルキャラがいるみたいだね。ステージも自動生成、何度も楽しめそうだな。次はまたも戦略シミュレーション。敗北もまた歴史となる。モアハンマー40,000メカニクス。まずこのゲームは敗北してもストーリーが進むらしい。なんというストロングスタイル。ただしゲームの終了条件はあります。それが覚醒メーターです。ミッションをこなすごとにメーターが上昇する効率の良さが大切になります。なるほど。次は難解なパズルゲーム。ケーブルを使った難解なパズルだ。フィラメント。プレイヤーはフィラメント社の調査船アラバスター号に乗り込む。目的は何が起きたのか原因を解明すること。そのために必要とあらばパズルを解きます。個人的にはパズルゲームとして期待している。300以上のパズル楽しめそうね。次は疲れた時にプレイしたいリラックスするためのゲーム。アルバワイルドライフアドベンチャー。基本的に優しい世界の自然保護をテーマとしたゲームのようです。ああいいっすね。心がすさんだ時にはこういうゲームで癒されたいですね。清らかになりそう。あえてデメリットを挙げるならゲームが短い。でも無料でもらったのでそこは問題にならない。購入する場合はコスパで考えると何とも言えない価格でしょう。次はまた単性のストラテジー。環境も活用せよポートトライアングル。この画像にもある通りこのゲームはキックが有効みたい。武器より肉弾戦なのか。ノックバックで障害物にぶつけるとスタンが取れるんだってさ。立派な羽戦術ですね。マップはプロシージャル生成らしいのでリプレイ性はあるのかも。そうだといいね。次は GTA のフォロワーだったはず。どうしてこうなった。セインツロー4リエレクテッド。私は GTA もセインツローもやったことがなかったのでどっちかやりたいなと思っていて、そんな時に無料配布されたのがこのゲームでした。多分こっちが正解だった気がする。ぶっちゃけストーリーは理解してないけど多分楽しめるんじゃないかと思っています。次は猫と銃。ド派手な弾幕シューティングワイルドキャットガンマシーン。一つ言えることは発売前は期待の新作という立ち位置だったんですよね。発売後の評価は直樹です。まさか1年を待たずに無料配布されることになろうとは。個人的には嬉しいですけどツインスティックシューターの練習したいです。
次はタワーディフェンスの老舗、10年以上続くシリーズの最新作、マルーンズ DD6。 タワーディフェンスとは言うけど言うほど塔を守ってない説あると思います。オンラインの協力プレイもできますよ。足を引っ張ることもできる。全てを疑え。そして未だにアップデートが続いています。現時点でバージョンは40ですが、なかなかえぐい。次は久々にレーシングゲームを、アーケードを感じろ、ホライズンチェイスターを。一言で言うならゲーセンのレースゲーム。それを自宅で楽しめるなんて最高です。ワールドツアーモードもあるみたいですね。これは楽しめそうだな。最大4人までローカル対戦もできる。ボッチには強えわ。それはつれえでしょ。次はその雰囲気がすごくいい、ホバーバイクで砂漠をかけろ、セール。うまく言えないんですけど、こういうビジュアルは大好物です。ホバーバイクは移動手段に過ぎない。本質はオープンワールドのアドベンチャーです。自分のペースでゆっくりとこの世界を味わいたいです。次もできますよ。次は別の世界線の物語、それなりに自由な終末世界、エンケースの。また世界が崩壊してしまったのか。ゲームではよくあることだから。時代設定は1970年代、ただし別の世界線。こちらの世界じゃなくてよかった。基本はアドベンチャーパート、選択次第で悪魔にも平和主義者にもなれるようです。戦闘になると単性のタクティカルバトル。これは面白い予感がするわね。キャラクリエイトも細かいみたい。いろんなキャラでロールプレイしよう。次は小島監督、ゆるくつながるゲーム、デストランディング、ディレクターズカット。端的に言えば荷物を配達するゲームです。なんだかスローライズな響き。しかし舞台となる未来のアメリカはデス・ストランディング現象により都市が分断。地上の社会基盤はほぼ消滅してしまう。また世界が崩壊しかけているように思える。生存者は地下シェルターへの避難を余儀なくされる。そこで配達屋の出番ってわけだ。おなじみのあれ、すごく隠れやすい。次はイケメンウサギ、友情のメガトンパンチ、フィスト、グレン城の闇。ジャンルはメトロイドバニア。クソデカな左腕をうまく操りたい。グラフィックがめちゃくちゃ綺麗。さすがはアンリアルエンジンですね。ちなみにグレン城は都市の名前みたいです。城じゃないのか。次は緑くんと遊ぼう、実は太陽系が舞台ではないカーバルスペースプログラム。従ってここも地球ではない。カービンという惑星みたいですね。よくよく考えたら地球に緑くんはいない。別の惑星なのは当然の帰結であった。緑くんと戯れるゲームと思われがちですが、宇宙開発事業を管理運営するモードもあります。慣れてきたら限られた資金で宇宙開発もいいかもしれない。いつになることやら。次はゲームの中にも電脳世界、ゲームの探偵になろう、ゲームデック。舞台は22世紀のワルシャワ。プレイヤーは仮想世界で探偵となる。プレイヤーの選択がその後のストーリーに関わってくることも。そういうシステムスコア。日本語にも対応しているので安心です。プレイするのが楽しみだ。最後はタイピングアドベンチャー、何でもタイプで解決だ、エピストリータイピングクロニクルス。個人的にはローカライズが非常に難しい題材かなと思いました。日本語に対応してる。だけど文字入力に関しては英単語の方が簡単かなと思わなくもない。直感的だからね。でもストーリーを理解するなら日本語の方が良さそうで。なかなか難しいねんな。翻訳の精度は良くないみたいです。だとすると英語プレイがベターかな。以上、今回はこの21作品を紹介しました。お疲れ様でした。今回も様々なジャンルのゲームを紹介できて満足です。エピックには感謝しかない。次回もこんな感じでいきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。